今日私はこの東京駅のライトアップの現場に立ってますが、今はちょうどブルーモーメントって言ってとても青が綺麗な夜と昼の交差点に来てます。でこの時間に東京駅の赤レンガがすごくかっこよく美しく見えるといいなというふうに思ってました。でこの東京駅の400メーター近いエレベーション側面図なんですけども、これをすごくうまくあんまりやりすぎないでですね、少ないエネルギーでかっこよくライトアップしたいということだったんですが、私たちはこの仕事いただいた時にまず考えたことはですね、あんまりやりすぎない。照明デザイナーが時々やっちゃうとですね、いろんな色になったりとかして華々しくやっちゃってこれどうだっていうことになるんですが、できるだけ私たちはこの100年前にできた建物がそのまんま蘇って次の100年までまた新しい100年を迎えるためのそういう光が必要だということで、サステイナブルであってみんなに長く愛される、そのためにはあんまりいろんなことをやらずにできるだけ美人の薄化粧がいいなと。あまり派手にするんではなくて少しうっすらとした光の化粧をするとかっこいいんじゃないかと思ったんですね。ですからこの東京駅のライトアップのコンセプトっていうのは、和やかな景色を作る。ここの東京駅のこの広場に来た時はたくさんの人がここを訪れるわけですが、はーっと丸の内の周りに囲まれてですね、気持ちがいいな、和やかだな、平和だなというふうにそういうふうに感じられるような、そういうライトアップができないかというふうに考えました。ですから100年前のこの本物のそのレンガをそのまま使って再現してるわけなので、東京駅は随分お金かかった建物だと思いますし、本物の材料を本物に使ってるんでね、かなり細かく私たちはこのレンガが生きる照明、光っていうのは何なんだろう。でレンガだけじゃなくて一部には、銅板で要するになんて言いますかね、銅の緑が緑青が吹いた時にきれいに見えるような、そういういろんな材料が使われている。でそういうそれぞれ違った材料に対して 100%LED を使うんですけども、違った色温度のものをきちんと実験して、このレンガには2500ケルビンかながいいとか、緑青を吹く銅板には5000ケルビン白いものがいいとか、そういうことを細かく実験しながらこれを作っていきました。非常に丁寧な仕事を積み重ねるということが大切だと思っています。できるまでやっぱり3年間ぐらいかかったんですが、この照明デザイナーって我々だけじゃなくて、この JR の人なり鹿島建設が施工をやりましたけども、その人たちともう何回も要するに照明デザインっていうのは図面とか綺麗な絵を描いて終わりじゃなくて、ここの現場で光を作っていくという光の実験を繰り返すわけですね。今は何時だろうな、7時20分ぐらいでね、ちょうど夏の白母の時間ですけども、これが8時になっていくとまた違った光に変化するんですね。で9時になってもまた変化するという、夜になっても少しずつ気づかれないように、または気づく人がいるかもしれないけども、昼の太陽がだんだん暮れていくように、変化していくように、夜の時間帯も光が徐々に変化していくような、そういう細かいプログラムがされてます。